どうも、ベトナム在住のウィッツです。今日はね、ちょっと SS50 やっていきます。SS50 のね、シリンダーヘッド、かなりいろいろガタガタで、組んだ直後からね、エンジンかけると実はちょっとオイル漏れしてたんですよ。ここかな。ね。こんな感じでオイルがつくんですね。映るかな。でね、この両サイドからもオイル漏れがあったし、このキャップからもね、オイル漏れがあって、いろいろガスケットにね、液体ガスケット塗ったり、このキャップはね、ゴムはもちろん新品に変えて、ベトナムではね、こんなガスケットも売ってるんですよ。で、これをね、なんせ面がガタガタだと思うんで、つけて、でオイルもねかなり漏れるよう減ってきたんですが、下なんかもねこれ映んないかもしれないんですが、液体ガスケット塗ってます。でもねやっぱりじわーっと漏れてくるんで、もうあとはねここしかないんですよ。でこれをね前もチェックしたつもりですが、もう一回再チェックしたいと思います。なんかここっぽい感じですね。オイルがかなり来てます。こっち側の平面度もね謎なんだけど、ちょっとまずこれをね平らにします。ちょっとねガラスの板で簡易的に確認していきます。ガラスの板ってその一般家庭にあるものの中ではね一番その平面が取れてるらしくって、0.1 ミリ入りますね。こっちはきつい感じか。入りますね。ちなみにね他の手持ちのやつはなんかもっとゆるゆるな感じです。これもねもうこれなんて見るからに歪んでますからね。この点しか当たってなかったと。で本当はね新品交換すればいいんだけども、今ちょっと買いに行ける状況じゃないんで、こいつをね頑張って削ります。ただまず一旦色塗りゃいいのかな。ね、220番じゃ粗すぎる気もするんですが、まずちょっと軽くすってみます。かな。やっぱりねこの止めてるとこが当たって周りが浮いてる感じですね。これをねちょっとオイル塗りながら、すってみます。やっぱりねくっきり浮いてるところが見えてますね。塗料は取れましたが、これは地道に頑張って取ればどうにかなりそうです。いい感じでねまっすぐになったみたいです。ちょっとねあと細かいやつで、もうちょっとすってみます。
これでいいんじゃないかな。いけるでしょう。かなりね、いい感じでまっすぐになったみたいです。さっきね、0.1 が入ったんですが、今一番ちっちゃな 0.02 でもね入りません。これで大丈夫ですね。こっち側のね状況もあんまりいい感じじゃないんですけどね。どうすっかな、ゴミが。ここの状態ね、あんまり良くないんで、今回は液体ガスチェットを塗ります。これね、前に別の動画でも紹介したんですけども、冷蔵庫に保管してるんですよ。冷蔵庫に保管するとね、この上だけ固まることありますけども、長く使えるんでいいですよ。これをね、こっち向きかな。これもね、向きあるんで気をつけてください。でね、こいつも向きあります。矢印が下ね。で、そうですね。で、1箇所だけ銅ワッシャーだけども、もう銅ワッシャー在庫ないんですよ。なんでアルミ入れておきます。さあ、これでいけるでしょう。ちょっとね、油分だけ取っておきます。そうしないとね、残ってんのが垂れてきて分かんなくなったりするんで。パーツクリーナーはね、これ可燃性で燃えちゃうんで、ね、すぐエンジンかけずにちょっと乾くまで置いときます。乾くまでの間ね、ちょっとここ前回錆止め塗ったんで、上からね、もう普通の鉄骨用のペンキですけども、色塗っておきます。まあこれはね、名義変更できたらもう違うやつに変えちゃうつもりなんで、普通ね、後から綺麗に塗装するつもりだとこのペンキも邪魔になるんで、こんなことはやらない方がいいんですけどね。まあとりあえず錆びるよりはいいでしょう。じゃあね、エンジンかけてちょっと確認します。
しばらくねこの状態で置いときます。大丈夫ですね。真っ暗か別にオイル垂れてません。今までね2、3分暖気しただけで、下にねオイルがにじんでる感じだったんですが、今5分7分エンジンかけてましたね。とりあえずこれで大丈夫なんで、今日の作業はねこれだけですね。本当はねこれも早く改造したいんだけども、なんせね名義変更が今できてないんですよ。自粛状態でステイホームなんで、今日はこれまでです。それでは。